スパイのバサラカ2月14日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、お願いします。メールいただいてます。ラジオネームあやじんさん。ありがとうございます。よすけくん、けんとさん、こんばんは。こんばんは。普通のお便りです。半年前に異動になった元上司が昨日から隣の部署に異動で戻ってきていました。何してるんですかと聞いたら、よく言えば、F さんのアシスタント、悪く言えばパシリだって言ってたので、焼きそばパン買ってこいってやつですねって言ったら、はぁって顔をされ、メロンパンだろうって言われました。私は焼きそばパンがスタンダードだったのでジェネレーションギャップかと思いましたが、お二人は焼きそばパンとメロンパンどっちですか？ちなみに28歳の後輩はメロンパンでした。パシリだよね。だからどれですか？俺唐揚げこれ多分メロンパンも多分マイノリティ、唐揚げもマイノリティ絶対に焼きそばパンでしょ。まあイメージそうだよね。焼きそばパンの人手挙げてもらっていいですか？ね。ほら年齢関係なく今もうここにいる12345人は焼きそばパンですよ。で1人だけ唐揚げですよ俺もイメージで言ったら焼きそばパンだよ。だよね。ドラマとかさ、学園ドラマとかもさ、焼きそばパンじゃん大体。それでもドラマに反映されるのってやっぱ現実のことだから基本的には、やっぱ焼きそばパンなんだよ多分。まあでもそう考えるとドラマを作ってる人間が現役世代じゃないから、それを押し付けてるっていう可能性もあるよね。いやでも海外のさ韓国のドラマだったり、アメリカのドラマだったり、やっぱいろんなこの情勢が入ってるわけじゃん。その今の国の、こういうことが問題視されてるっていうのは絶対に含まれてるから基本ドラマはもうそうだよ。そういうもうド定番のパシリといえばみたいなさ、大喜利に対しての焼きそばパンっていうのは、やっぱもう9割以上が多分そう答えるものが反映されてるはずだから、だってドラマでさ「お前後輩か唐揚げ買ってこいよ」誰もピンとこないよ多分えってなるよ唐揚げみたいな、食べたいだけのやつみたいな。唐揚げ俺も実体験だもん、高校の食堂で唐揚げが売ってんの、で、2軒目終わってから売り始めるのね、で美味しいの。まあそれは唐揚げになるね。で、なくなっちゃうのすぐ。まあそれはしょうがないよ。だから唐揚げ買ってこいって。俺ちなみに高校の頃はチョココルネだった。俺もパン屋が入ってて、パンね。そうパンの、焼きそばパンじゃなくて、うちはもうチョココルネのパンがクソうまくてやっぱ先輩から言われるのは、並んでチョココルネ買ってこいっていうのがあれだったけど、そのベースで話すとだからもう学校によって違う。そう違うと思う。うまいものが違うから多分、基本的に食堂の。でも俺メロンパンは聞いたことないわ。だから今の話でいくと多分ここのあやじんさんの、この会社の近くに美味しいメロンパンがあるんじゃないもしかしたら。いや違うこの上司の、育った環境ではメロンパンがうまかったってことだよね多分。だから俺らよりもっと上の世代はもしかしたらメロンパンっていう可能性じゃない？これメロンパンができたのっていつですか？メロンパンはだってメロンパンが多分流行った時期があるわけじゃん。多分メロンパンがこんだけ王道になったってことは、そのできた時代の人だったら、その世代の買ってこいはメロンパンだった可能性あるよね。でもそれで言うとさ、そうやってさ学園ものとかドラマでそうやって情勢が反映されるみたいな話あったけど、いやでも焼きそばパンだよね。そうなったら、そうなった場合それをじゃあ、さいきなりじゃあ、焼きそばパン買ってこいってやったら、さっきの唐揚げと一緒になるわけ。そうなるね。だからもしかしたら二分割されてるメロンパン派と焼きそばパンでできたのいつがいつ？期限は1930年代。メロンパンが1930年代。90年代のデニッシュブームとか2000年代以降の移動販売車専門店ブームとかによって今の形になっている。2000年代に要は移動販売ですよね。いろんなところで売る、ブームがあった時に、定番化してたのがメロンパンってことだね。焼きそばパンは焼きそばパンだから結構メロンパンって古いってことだね。じゃあ西と東で違うんじゃない？可能性ある。確かにね。だから、関西寄りの関西近辺はもしかしたら、そういう焼きそばとかが余るから、パンに入れちゃおうで焼きそばパンできました。なるほどね。で東の方はメロンパンの可能性出てくるね、確かに。で焼きそばパンは発祥が1950年の東京。はいそこで誕生したんだ。
じゃあ70年代にもう要は日本で全国で、地位を勝ち取ったってことだね、焼きそばパンは。って考えるとやっぱ焼きそばパンの方が起源は古くて、そもそものパシリの対象っていうのは多分焼きそばパンだったんじゃない？だからこの元上司とこの28、パシリの定番は焼きそばパンですって。これなんですか？ヤフー知恵袋ですか？アンパンより微妙に入手しにくいものを選ぶのが味噌だってなんだよそれらしい。アンパンはより定番だったってことね。メロンパンの目の字ですもう出てきてないじゃん。だからあれだよ、メロンパンはもうその後になってるわけでしょ。だから焼きそばパン、アンパンができて焼きそばパンができてメロンパンの流れってわけじゃん、時系列的に言ったら、でもっともっと前になると多分アンパンがパシリの定番だったわけじゃん、メロンパン何色だった？ちなみにたまにさ黄色っぽい感じ。たまに緑のメロンパンなかった？ある、ね、でもあれはさマスクメロンパンだったじゃん。そういうこと？なんかさマスクメロンパンっていうちょっと高いやつ緑だったじゃん。で中にさクリーム入ってたりでしょ、そう、分かるオレンジのクリーム入ってたりとか、俺あれをメロンパンって言ってた。メロンパンをだからなんか違う言い方してたんだよね。普通のさ何も入ってないちょっと黄色っぽい、そうあれがメロンパンじゃん。やつはねあれなんかね俺メロンパンって言ってなくてなんて言ってたの？知りた久留米の呼び方なんサンライズ、そんなわけないでしょ。サンライズかっこいいかっこいいそうなの？東京都出身のスタッフはサンライズって呼ぶの？久留米メロンパン言い方いやメロンパンだったけど丸味だ。丸味。丸味？丸味？そう丸味。それは福岡で言うんですか？久留米だけ？これ関西はサンライズ。これ丸味っていうその商品名があるんだ。そういうがメロンパンだと思ってた。なるほどね。だから俺はメロンパンを緑のやつだと思ってた。そうちっちゃい頃は緑のやつと思ってた。あれはちょっといいメロンパンだよね。そうだからそれ以外は丸味。じゃあコンビニに置いてある普通の、黄色っぽいメロンパンは丸味なんだ。洋介の中で。しかも俺、やっぱね端しか食わなかったね俺。まあカリカリとしてね美味しいですよね。それはわかる。いや丸味はしっとりしてんの。全部がそう、丸味売ってんのかなもう。いやわかんない。丸味って多分もう久留米とか限定なんじゃない？久留米の木村屋パン屋だ。だから前ホットドッグの話したじゃん。してたね。ハムとのパン屋だ。パン屋だ。じゃあ有名な久留米のパン屋ってことなんだ。いろいろありますな。でもメロンパンをパシリでは、もうじゃあ今の話で言うと、もう分からんってことだよね。その人それぞれによる、でなんならこのメロンパンっていうのも久留米出身だったら緑の方のクリーム入ったやつを買ってこいっていう意味かもしれない。じゃないとこれ丸味だ。そう可能性ある。これ面白いわ。ジェネレーションというより地域とかじゃない？かもしんないね。な気がする。いや面白い話。ということで本編収録準備できたのでアイドリングトークはここまでです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。